目は中くらい。逆クロスでしっかり振り抜いてスピンをかけるから相手にここに取らせるような球を打たせたいとか、ループの球を打ったりスピンをかけて相手の嫌な球を取らせて次の球で決めに行くっていうことをイメージしてみるといいと思います。はい、こんにちは。サークル D の柏屋です。今日は回り込みフォアハンド逆クロス戦をお送りしたいと思います。このショットは僕が試合やっていく中でもかなり使っています。得意なショットでもあるんですけども、単純にこの1球で決めるだけではなくて相手を崩すショットにもなりますし、試合の戦術作っていくためにとても重要なショットになりますので、この機会にぜひ学んでいきましょう。ではよろしくお願いします。はい、それでは回り込みフォアハンド逆クロスのポイント3つ先にお伝えしたいと思います。ちょっと箇条書きにあまり喋り慣れてないんでスマートフォンにメモしてきたと思うと思います。1つ目、球が来た瞬間にすぐ足肩のターンをすること。2つ目、コートは斜めに考えること。これも後で解説していきます。3つ目、全てが決め球になるわけではないということです。じゃあここの点を1つずつ細かくやっていこうと思います。はい、それでは1つ目のポイントをやっていきます。ボールが来た瞬間にすぐ足と肩のターンを行っていくということですね。準備をするというのがこのショットにとって特に大事、全てのショットはそうなんですけども、足がちゃんとセットできてない、肩が回ってないってなってしまうだけでコントロールが全くつかなくなってしまったり、ちゃんとしっかり準備をして溜めて打つことによってショットの威力が生きてくるので、ちょっと一回イメージとしてやってみます。このようにボールが出た瞬間にすぐ横向きのセットをイメージしていきましょう。最初からダメな例1個やっていきます。体を開いたままこうやってしまうと球の威力が出なくて振り遅れが発生してしまったりサイドにアウトしてしまったりというような形があるので、しっかりとボールが出た瞬間にすぐに横に構えるというイメージでやっていきましょう。2つ目のポイントです。コートを斜めに考えるということを、ちょっと説明していきます。普通に逆クロス打つ時にどうしてもコートを真正面に見てしまう時、その打点を遅らせた方がいいんじゃないかとか、普通まっすぐ当てていきたいところ後ろに傾けたらいろんな話が出てきてしまうんですけど、基本的にはコートを今こっちじゃなくて逆クロスの斜めに考えた上でこっちにストレートを打つイメージでやっていくと非常にミスが出にくくなるので、ちょっと何球か打ってみます。はい、このように例えば足の位置もこのコートに合わせてストレート足の位置を考えるんだけではなくて、斜めにセットした状態、例えばラケットがこのぐらいの斜めの位置だとしたら、ここがベースラインのイメージであっちに打つイメージで構えてあげた時の足の位置、これがこういう風に真横になってしまうとどうしても今こう構えてたのに対してこうなってしまう。こうなると打点を振り遅れるとかいろんな要素を入れないと球が入らなくなってしまうので、しっかりコートを斜めに考えた状態でボールに入ってまっすぐ打ってあげるイメージを持ってやってみるといいです。はい、3つ目のポイントです。僕はここが一番大事かな、意識の問題では一番大事かなと思うんですけども、逆クロスは何かと思いっきり打って決めに行く球ではなくて、決めるだけではなくて相手を崩したりとか次の球に生かすためのショットっていう考え方もあるかなと思います。そこを参考にした上で逆クロスを打ってみると、相手にどんな球を打たせると相手は嫌がるのか。例えばただ相手にここでストライクゾーンで取らせてしまうといい球が返ってくるけど、逆クロスでしっかり振り抜いてスピンをかけるから相手にここに取らせるような球を打たせたいとか、で相手にここで取らせると次の球で自分はチャンスボールを打つことが機会が多くなってくると思います。なので1球で全て決めに行くショットを打つっていうよりは、ループの球を打ったりスピンをかけて相手の嫌な球を取らせて次の球で決めに行くっていうことをイメージしてみるといいと思います。それでは何球か打っていきます。
先に、全部思いっきり打ってしまうパターンでちょっとやってみようと思います。はい、このようにスピードだけ重視した球を打ってもあまり高く跳ねることはないので、相手がここで打てるようになってしまいます。なのでちょっとループ系を多くしたイメージの逆クロスを打っています。低い球と高い球を組み合わせることによって、相手に嫌な球を取らせる、相手に逆クロスで打ってほしくないなと思わせるような展開を自分から作って、次の球も含めたポイントの取り方っていうことを意識していきましょう。はい、それでは逆クロスフォアハンド回り込みでやっていくにあたって、ここは押さえておきたいという練習法を3つ紹介していきたいと思います。今までやってきたストロークの基礎と重なる部分もあるんですけども、やっぱりそこは全体的に大事だから、改めてこちらでも勉強していくということをやってみましょう。じゃあ1つ目の、やっていきます。1つ目足と肩のターンということをやっていきましたが、しっかり出た瞬間にすぐこの形を作るということをイメージしていきます。なので打点を間違えると良くないんで、しっかり左手を伸ばした先で実際ボールを取りたいんで、まずボールが出た時にしっかり左手でこう取りに行く、ちゃんと肩を回して足を使って合わせに行くっていうことをやっていきます。このように足をすぐに合わせる。ハードコートなんで足がすごいキュッキュッ出ますけども、同じくハードコートでやるんだったらこのぐらい音が出るイメージで、足をしっかり膝を柔らかく持って足で合わせる。打つにあたってしっかり大事な空間を作れるようなイメージで取っていくといいです。2つ目の練習法はコーンを実際に3つ置いています。ここを使って何をイメージするかというと、ボールに入っていく時しっかり大きく回り込んで、ゆとりを持ってボールにしっかりパワーを伝えられるようなスタンスで取りながら動いていくっていうイメージをつけていきます。あくまでもこう大きく回っているので、ボールに対して直線的にボールに入ってしまったりすると、後ろから前にしっかり、パワーを押していくってことが難しくなってしまうので、このコーンを通してやっていきます。動きだけで言うと、ボールが出た瞬間にすぐこう円を描いて回れるようなイメージですね。もう一周しています。すぐセットしてこのまま回る。これがコーン3つ置くとイメージとして分かりやすくて、後ろから前にボールにパワーを伝えやすいのでやってみようと思います。ラスト。はい、このような形でコーンを置くことによって自分の動きで意識をしてみるというのはとてもイメージがつきやすいので、ぜひやってみましょう。最後の練習法です。ポイントの3つ目ですね。全て1球で決まるわけではないという考え方を持った方が逆クロスはより生きてくると思います。なので今回は3球練習ということで、1セット3球を何回か繰り返していく形なんですけども、今回はその3球どういう形でやっていけばいいか説明していきたいと思います。基本的にはしっかりフルスイングで打つこと、かつネットの高さ何倍の場所を通すか、2倍の高さを通したり3倍の高さを通すことによってボールの跳ね具合も変わってきます。もちろんそのスピンとかも重要なんですけども、そういうことで自分の中でどの高さで打ったら相手にどの高さで取らすことができるのか、そういうことをイメージしながらやっていく3球練習になっています。それでは今回は低い、中ぐらい、高いというところでイメージして打っていきますのでやってみます。まず1球目は低い、2球目は中くらい、3つ目が高い。こんな感じですね。ちょっとボールのミスも出てしまったんですけども、
ボールの跳ねる高さが変わってきてるのはよく見ると違ってくるので、これはもちろん相手にとってもすごいやりにくいものなので、ラストもう1回だけやってみます。最初は低い、中くらい、ラストは高い。はい、このような形で3球を組み合わせて回り込むフォアやっていくと非常に生きてくるので、やってみましょう。ラスト。ラスト。はい、回り込みフォアハンド逆クロス戦やっていきましたが、いかがだったでしょうか。全ての球がただ思いっきり打つというわけではなくて、自分の打った球の弾道とか相手にどこに飛ばせるかというイメージを持って打っていくことができれば、今以上に回り込みとかの精度が上がってどんどん良くなっていく。今日のポイントを3つ簡単にまとめていきたいと思います。1つ目、球が出た瞬間にすぐ足や肩のターンをセットすること、これも非常に大事でした。2つ目、コートは斜めに考える。あくまでも体を振り遅らせるとかではなくて、しっかりコートを真ん中にストレートに打つというイメージでやっていくとミスも出づらくなると思います。で最後、全てが決め球になるわけではない。これ全て全部思いっきり打つのではなくて、最後にやったような高い弾道低い弾道いろいろ組み合わせて相手をどんどん走らせていくというようなことをイメージできるといいかなと思います。はい、今回みたいにまたいろんなショット動画で紹介していきたいと思いますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。